あなたが今まで何の気なしに SNS でシェアしてきた数々のあなたの人生の瞬間、今その全てがあなたの知らないところで AI の学習のために使われています。7月7日にメタ社によってサービスが提供された Muse Image AI、 それが利用者の反発を買い約3日で取り下げられました。なぜ反発が起きたのか、一体何がいけなかったのか、今回の動画では3つのパートに分けてそれを解剖していきます。パート1ではニュースの概要、パート2では一体何が反発を買い何がいけなかったのか、パート3では僕たちができる対策と AI 時代に個人レベルでも考えなければいけないことについて解説していきます。自分の身は自分で守っていく、その準備はできていますか。グダイガーズタニーチャンネルです。本日もよろしくお願いします。さあ今日の動画ですけど、はい、えらいことになりましたね。もうなんだろう、倫理ってないんかな。もうそこにちょっと突っ込んじゃいますけど、じゃあもう早速解説していきますか。していきましょう。ではパート1。さあ今回何が起きたかということなんですけど、はい、早い話がメタ社が新たな画像生成 AI の提供を開始しましたと。しました。それがいろんな利用者の反発を買い、いろんな団体から猛抗議の声が上がり、3日以内やったかな、7月7日開始されて7月10日にサービス停止された、約3日ですね。はい、はい、ざっくりとした概要はそういうことですよ。はい、で、画像生成 AI をご存じない方に簡単に説明させていただきますと、文字通り画像を作れちゃうという AI ですね。これはもう実際にいろんな会社が提供してますよね。例えばオープン AI やったらGPT イメージとかさ、ありますね。ステーブルディフュージョンとかもそうやし、あと Google フローやったりとか、オムニーがそうですね。ジェミニオムニーもそうですね。ナノバナナ、いろいろありますね。はい、早い話が、文章とか好きなプロンプトを打ち込んで画像を生成してもらう、はい、それが画像生成 AI ですね。多分もう皆さんご存知だと思うんで、パート1はこれぐらいにして、パート2の実際何がいけなかったのかについて語っていきたいと思います。さあパート2、はい、実際に何がいけなかったのか、炎上した理由は何やったのか、はい、一つ目、これすごく肝心なんやけど、誰の画像でも誰もが使えるように勝手になってたと。そこなんよね。一番怖いの、恐ろしいのそこ。びっくりした、だってやでなんかインスタに紐づいてたみたいやん、もう同じメタ社ですから、だから Facebook、Instagram で、海外の人やったらWhatsApp、これ全部メタが提供するサービスですよね、でこれ全部やっぱり関連してるというか、もうつながってるわけやん。だから Muse Image AI にタグする感覚でね、誰かほら写真投稿したりとかするやん、インスタとかでも。でアットマークでその人のユーザー名入れて、でそれにタグ付けする、そんな感じで、世界中の誰もが世界中の誰でもの、画像、投稿した画像やったりプロフィール画像やったり動画やったりを使えるようになってたと。でそれを自分の思い通りの被写体にその人をモデルに、できたと。はい、で、さらにですね、普通やったどうしよう、利用されてた、裸にされてたりとかでもそういうことや。でもちょっとそれはちょっとそれはちょっと待って、でこれの何がいけないのか、そもそもそのサービスが開始されるにあたって、ユーザーにこういうことになりますよっていう事前通達がなかった。彼らはしないですそれはでもどの AI 企業もやり玉に挙げられるというか、今そこがすごく問題になってる、ただその英語で言うといわゆるオプティンオプテアウト。じゃあ Google は、ちゃんとくれる、メール来るよ、ちゃんとメール来るし、こういう風にしたらオプトアウトできますよって。Facebook、メタはなんか来た記憶があんまないよ。たまにメールは来てるけど、ただその設定自体がややこしいっていうのと、事前通達がなかった、で、3つ目の理由なんですけど、使われても通知が届かなかったらしい。それよね、やっぱり。だから例えばT さんが僕の画像を勝手に使ってなんか生成するとするやん。使って猿山のボスにしちゃいます。でもあなたは知らない、僕だけがガッハッハッハッってやってるっていう。それが別に猿山のボス猿やったら別に僕痛くも痒くもないけどさ、
これで僕ヌードにされて世界中に僕のヌードさらされんやで。よろしいですね。これじゃあ小さい未成年のお子さんやったらどうすんの？まあそういうことですよね。やろ、はい。自分は鍵付きアカウントやから大丈夫やって思われてる方意外と多かったんですよ。でもプロフィール画像やったらアクセスできるから。まあもちろんそうですね。今時スクショ撮ってそれを拡大してで解像度を AI 使ってあげることはいくらでも可能。そんなもんもういともたやすくできます。だからまあ早い話が画像をソーシャルメディアに載っけてるだけで、まあ、画像映像音声全部悪用しようと思えば悪用できると。できる時代です。今回の場合は、まあ、事前通知なく本人の許可なく全世界の人たちが利用できるようになってた。それがすごく恐ろしい。まあこの3日間。はい。で鍵付きアカウントであったとしてもプロフィールに例えば自分と一緒に自分の子供の画像を載っけてるだけで悪用できちゃう、さらにやっぱりソーシャルメディアですからいろんな方がタグ付けしたりいろんな方が撮ってあげる場所や、自分のアカウントが鍵付きであったとしても自分の例えば身内や親族他の方で鍵付きじゃないアカウントで世界に公開されてたとしたら、もしくは自分自身の友達とか自分のコミュニティの中で全世界に公開されてたとしたら、まあそうですよね。使えますよね。まあどこでこうどう上がってるかっていうのはやっぱりちょっと分かりづらかったりもしますから、例えばだってまあ、運動会やったりとか、ちょっとまあ想像してみようや、こうしたグループで写真撮ります、それをまあ良かれと思って皆さんがここで見れるようにっつって上げてしまってるかもしれない、そしたら今まではああよかったってここでいつでも見れるわ、ここからもダウンロードできるわ、ダウンロードさせてもらっていいですかみたいなのもできたわけや。でも何が恐ろしいって結局それが悪用される時代になってきてしまってる、やし公開されてるデータは全部 AI の学習に使われてるっていう事実もあるから、そういうことなんよね。まあそれはパート3で細かく見ていきましょう。はい。パート3、僕らにできる対策と僕ら個人が考えなければいけないことなんですけど、まず、対策その1、今すぐ設定見直してください。それで気になる方は細かく見ていったらサービスごとに場所は変わってきますけど AI オプトインオプトアウトとかどこまで自分のデータを公開するか、そして共有範囲はどこまでかなど細かく設定できるようになってるはずなんで、その辺を細かく見ていってください。はい、で今回の件に関してはオーストラリアって確かニューストックコム.auとかの記事でもこういう項目は確認してくださいみたいな注意喚起がなされたんで、そうですね、なのでそういう情報をしっかり調べて気になるんであれば全部オフにしてください。はい。そしてその次にできる対策として自分の写真とか自分の親族友達自分のお子様とかご家族の写真を公開されたくない公表されたくない場合は自分の写真が撮られた時に必ず相手側に一言教えてあげる伝えてあげるっていうのは今の時代大事だと思う。僕らでもやっぱり中には自分の顔を晒したくないとか自分の子供をやっぱりネットに晒したくないっていう方、周りにいてはるから、そういう時は撮った側も相手側にこれ Facebook 載っけたんやけどとかインスタに載っけたんやけどいいかなって相手の了承を得るようにしてます。そうだよね。で相手側が顔隠してくれたらいいよとかごめん自分たちを外してくれるんやったらいいよとかさ、あとはうちは気にしないよって言うてくれるから、それに合わせて自分たちもその先の対策を講じていけばいい。取られる側も一緒。そうですね、そうしないとどこで線引いていいかもわからんし、最悪自分が気づかないところで自分や自分の大切な人、自分が守らなければいけない人の画像や音声映像が世界中に公開されてしまうことになる。で世界中に公開されるということはそれが悪用されるということ、
でその悪用の範囲も詐欺から性的画像からもう本当もう今喋ってて鳥肌立ってきたぐらいのことができますで今の技術がそれぐらいすごいことになってるんですよ。まあそうですね。なので、必ずそういった話し合いはされてください。例えば僕らやったら過去に僕らの友人のゴンさんに出てもらいましたね、はい、でゴンさんは顔出しが NG ということで、顔は映らないように撮影させてもらったし、例えばジョニーとかウィル君が出演してくれるときは自分らの顔映してくれて大丈夫だよって言うてくれてるから、はい、そのまま使わせてもらってますけど、はい、で今まではほら外ロケすることもあったからその時は人の顔が映った時は極力ぼかしを入れるようにしたりとかの配慮もしてきましたけど、そんな形でやっぱり今の時代はみんながどこででも気軽に何でも撮れちゃう時代。まあそうよね。だからそれも今の時代に合わせた配慮であり、まあモラルを、社会道徳そうよね、なんかなって思いますね。で、ここから先がちょっと気をつけなければいけないこと、僕ら個人レベルでも考えていかなければいけないことなんやけど、今も言ったように、やっぱ社会道徳、やっぱ時代に合わせて変わるやん。昔良かったことが今あかんかったり、今いいことが逆に昔あかんかったりっていうのはあるわけや。例えばだって日本で「チ」っていうアニメがあったんやけど、あれってその1500年代やったかな、だから天動説がまだ主流やった時代に、それに異を唱えるものは異端者や。だから徹底的に弾圧されてきた、っていうのと一緒なわけ、それは社会道徳に反してるからや。そうだね。でしょ、まあそのある観点から見たら、そんな感じでその時代ごとに社会道徳やったりとか、それをOS っていう風にね説明してる専門家の人もいたんやけど、すごく僕はそれが腑に落ちたんやけど、そうやんな。だからその OS に反することはやっぱタブーとされる、だから今のやっぱりその社会道徳で注目しなければいけないっていうのが多分今のこの問題やと思うよね。そうやね。で2つ目がやっぱり僕ら自身がこういうデバイスを使って生活してる以上、このテクノロジーが一体何ができるか、ケーパビリティを知ることってすごく大事だと思う。今までやったらスマホってカメラついてるよね、マイクついてるよね、気ぃつけなあかんよねぐらいやったけど、今そこにソーシャルメディア入ってきてるやん、な。まあ今っていう表現もおかしいけど、10年前から10年15年前からソーシャルメディアが入ってきた。それでちょっと注意の仕方とか考え方変わった、そこに数年前から AI まで入ってきてる。だから今回のこのメタ社の AI でも問題になったけど、誰かの画像とか映像音声がちょっと公開されるだけで一瞬でも AI が学習しちゃうじゃん。で AI を使って例えばその人のデジタルクローンを使って悪用したりとかさ、いろんなことができちゃう。それらの AI の性能というか、どこまで何ができるかっていうのを理解するのがまず一つ、で2つ目がじゃあどうするんやっていうことを本気で個人レベルで考えていかなあかんと思う。今やっぱりニュースでもよく話題になるのが、例えばハリウッドの俳優協会とか、日本やったら声優さんがノーモー生成 AI やったかな、やってましたね。やろ、とかいろんなクリエイターたちが団体を立ち上げて国に訴えを起こして、その自分たちの IP やったりコピーライトを守ってくれと、でそれらを侵害して学習していく AI を許してはいけないっていうニュースはよく聞くと思うんですよ。でもこれをニュースで耳にするジャンルに限定したらダメですよっていうのが今回僕たちが学ばなければいけない本当のことやと思うんですよ。それ以外の専門職で僕たち自身個人レベルもこうやって学習されて勝手に吸い上げられていってますよっていうことね。そこで一つ補足したい点があるんやけど、僕らのこれ YouTube に上げてる動画もそうなんですけど、これの所有権僕たちがもちろん持ってますと、ね、オリジナルの所有権は僕たちにあると、でもその利用権の一部は動画を投稿した時点で YouTube にも存在するわけ。そうなんよね。だから僕たち投稿者はその YouTube スタジオっていう投稿者が管理するその設定の中で、僕たちの動画とか僕たちが投稿するものを第三者や第三企業が AI 学習のために使っていいかっていうオプションが与えられてる。与えられてる。でもコメントって与えられてんのかな。
一応過去に Google が認めたのは YouTube に上げられる動画や投稿、写真、コメントなどは AI の学習に使われてるとっていうのは発表してましたね。してました、はい、だからまあ要するに僕らがネットに上げるもの全ては学習されてると。結局タダで利用するっていうことはコストがどっかでかかってるんよね、だから例えばインスタで写真とかを投稿します。そしたらその一部の利用権はそのサービス提供者に存在する、これを勘違いしないでほしい、忘れないでほしい。それを知らずに文句言うのはこれはお門違いない。まあ僕らは利用規約というものに同意することでサービスを使ってるわけやから嫌ならそもそも使うなって言われてるわけやからそういうことなんよ、だからあれなかったらしいの、見る人は全部見るんですよやっぱり、でそれをちゃんと解説してくれる YouTube チャンネル存在します、でそれを専門に説明してくれる弁護士存在します、だから本当に知りたければ本当に自分の身を守りたければそれだけガチガチに、そういうものをしっかりと目を通さなければいけない。そういうことになるんよ、それが今のデジタル社会の現実なんです。でね、こういう警告を発してくれてる方いっぱいいてるんよ。いるね。でその時にやっぱ目立つのがその動画に対するバックラッシュというか、アンチコメというか、ただその怒りの矛先間違ってませんかっていうこと、例えばみんなでね、署名活動でもして、メタ相手にもう少し倫理のある行動をしてくださいと、あなたたちのサービスは日々利用させていただいて本当に便利な側面もある、だからここに倫理を少し入れてくれたらもっと利用者が増えるっていうような署名をしたら会社もいずれ動いていく、そういう風にして社会は動いてきたんよ、やっぱり。であとは例えば国の政治家さんとかにねもうちょっと理解していただくとかさ、今一体 AI がどこまでの性能を持ってて何ができるのかっていうこと、一つのモデルにとらわれるんじゃない。ミソスは大々的にどの国もニュースになりました、でも画像生成 AI とか映像生成とかさになったら一部のクリエイターにしか焦点が当てられ一般人全員も巻き込まれてますよっていうことで、そういうことですよ。そこもうちょっと焦点当ててほしいし僕ら自身がもっと理解せなあかん、これもひっくるめて例えばトリスタン・ハリスとかが Nobody signed up for this っていう発言になっていくんやと思う。もちろんそういう部分はやっぱ否めない、でそれをやっぱり僕たち自身が今のこのデジタル社会 AI 社会を生きる僕たち自身がもう一度考え直さなあかんのちゃうかなって、真剣に考えていかなあかんのちゃうかなって思います。さあというわけで今回はちょっと感情的になってるというか、いやそれだけなんだろうな衝撃的やったというか、いや分かってたんやですでに僕らのデータ学習済みやっちゅうのも自分は自覚してる、それは自覚してます、でそれを理解した上でやっぱ投稿もしてるし、でそれを理解した上で皆さんに今まで散々その AI を使ってくださいと、で AI の性能を知ってもらうのが一番早いから、そうですね。例えば僕も昔よう怒られたけど包丁使ってるやん、包丁も危ないやん、そうですね。でも口でどんだけ言われても分からへんやん使ってる側は。指切って初めて指切って初めて痛い思いして初めて理解する部分あるやんそうです。 AI の場合は自分で使ってどこにも公開しなければでコピーライト違反しなければ安全に使うことはできるわけや、もちろん。だからその範囲を探りながら性能どこまで確認できるかっていうのはできるわけや。できますね。それをしてもらって初めて AI ってどんなもんなんや何ができるんやっていうのが分かってくれ、そしたらほんまにどこまでが安全に使えてどっから先があかんのかっていう線引きも自分でできるようになると思う。そうですね、本当にそれが多分今一般的にまだまだ世界的に見て足りてないんちゃうかなって思うよ。多分そうやね、やっぱりそれに触れるだけであって、自分が実際に使ってどういうことができるのかってこれは自分が自分の手で能動的にやっていかないと、それはやっぱりスーノーで僕ら何回かやったじゃないですか、僕やっぱスーノーを使い始めてそれをやっぱり感じたというか、でこのテクノロジーの、正直ちょっとムカつく部分って、
このスマホでもそうやけど AI もそうやけど、はい、次から次にバンバカ性能もん出してくるやん。まあまあそれが進化というものです、まあそれが進化というもんなんやけど、説明一切あれへん。もうなんやろ、ちょっとでもアップデート遅れた瞬間にもついていけなくなるというか。まあそうですね。だって僕ら今まで散々 AI 使ってください言うてるけど、2、3年前の情報やから、この使ってくださいってもうすでにエージェンティック AI 時代や。まあそうですね。客観的に見たら、で特に AI 使ってはる人からしたらエージェンティック AI 時代何言うとんねんっていう話やん。でもそれでもそこに到達できてない人たちの方が多分まだまだ多いから。で僕たちはやっぱり自分たちの見てくださってる視聴者さん向けにこういうことですよっていう風に伝えてるから、どうしてもエキスパートの方からしたら古い情報になってしまう。でもそれでもせずにはおれんというか、だから今までこうやって動画を上げてきたわけなんですけど、これ以上言うたらまた長なるわ。長なりますね。もうほら感情的になってるから珍しいですね。そんな感情的になるのは、それぐらいやっぱ衝撃的やった。そうやな、悪い意味で。悪い意味でね、ベクトルの違うショックよね。ほら空2が出た時はもう心バッキーンって砕かれた状態やったけど、今回はちょっとどうしても憤りを感じるというか。でほら僕らの周りでも自分のお子さんの写真を定期的に投稿してある方とかいっぱいいてるから。まあいますね。でそれを通してあそこ子供生まれたんやとか元気に育ってるなっていうのを知れるから、こっちも便利なんですよ。すごく便利な倫理を守ってくださいよ本当に、その側面だけ見たらすごくやっぱりいい部分なんよ。だから生まれてはったんやなとかさ、生まれるってそうや言うてたなっつって、生まれたんやおめでとうっていうのもできる。もうそれでよかったやんそれでっていう、もうそれ以上いらんかったやんもう今日はここの辺でちょっと爆発する前にまあというわけでいかがでしたか皆さん。まあそういう時代を生きてるんでね、冒頭でも言いましたけど、自分の身はやっぱりもう自分で守っていくっていう、覚悟をやっぱ決めなきゃいけないというか、覚悟ってはちょっと仰々しいけど、でも誰も守ってくれへん。だって持っていくから、そうやな、持っていってけど勝手に持っていくますから、これからもどんどん、そうしたら自分がやっぱりちょっとだけ調べて、でそうやって守っていくっていうのが大事なんではないかなと。というわけでね、本日は以上となります。どうもありがとうございました。あかんって